り抜けちゃった。そんなによいしょしてほしいのかな。敵さんノーダメージ。よいしょ。敵さんノーダメージ。よいしょ。敵さんノーダメージ。ゆるふわ軍事チャンネル。皆さんこんにちは。こんにちは。戦車を設計して戦うことができるスプロケット。今回は以前からリクエストをいただいていた戦車を作ろうと思います。みんなリクエストありがとな。それでどんなの作るん？ちょっと前に引き続きアニメに登場した戦車になるんだけど、宇宙戦艦ヤマトに登場するサルバー S6 型重戦車だね。重戦車。一部になりますが、かなり前から作ってほしいというリクエストをいただいていました。そうなんか、みんな詳しいんやな。見た目はこんな感じです。待て、方針3つついとるやん。男の子がたくさん乗せるの好きだからね。そうなん？この戦車、最大の特徴は、架空戦車でも数少ない3連装砲塔をつけているね。なんか戦艦みたいやん。とりあえず戦車の色はこのような深緑色にして、足回りを作っていきましょう。いきなり話は脱線するのですが、実は今回、この戦車じゃなくて別のものを作ろうとしていました。何？ガンダムのガンタンクだよ。ガンダムシリーズ人気あるからな。高さは15メートルあるんだけど、このような大型兵器は足回りが作れるかが問題なんだよね。これね、ギリギリ作れると思って試作してみたら全然ダメ。この部分が上に上がらんのか。この天秤のサイズは直径2メートル近くあるんだけど、スプロケットでは実寸大で作るのは無理だったね。2メートルって。あと、履帯の間隔もこれ以上広げられないので、現在のゲーム仕様では作ることはできないことをお伝えしておきます。2分の1サイズとかでもええんちゃうん？今まで実寸大で作ってきたからね。無駄にこだわる東北ずんこ。はい、ということで、後ろではサルバー S6 型重戦車の足回りが完成しつつあります。後ろはせり上がっとるんか。いきり角度がかっこいいよね。男の子はこんなの好きなんやろな。このサルバー S6 型重戦車、プラモデルなどもそこまで販売されていないらしく、車体の傾斜などは全て見た目基準で合わせました。いつも細かく画像を見ながら測っとるからな。問題なのはその画像もほとんどないんだよね。紹介はできないのですが、数少ないプラモデルで作られた型の画像を参考に今回作り上げました。これは多分運転席周りの出っ張り。車体はここで平らになって、後ろまで水平になっていますね。車体後部はこの部分で斜め下に。お尻のところは内側に傾斜。画像ほとんどなくてもわかるんやな。ほら、ここのパーツとか傾いてるからね。これに合わせればええんか。あとは自然な見た目になるように、基本的に違和感があるところは他の方が見ても変に思うので、いい感じに修正します。この戦車、作る上で難しいところが3つあります。まずこの先端やな。その先っちょの層なんだけど、他には丸っこい砲塔と変わった形のフェンダー。フェンダーの発音でなぜか生きるずんこ。最初に作るのはフェンダーとサイドスカートのセット。これどういう構造しとるん？これね、瓦や屋根、鎧のように噛み合わさった形なんだよね。さすがにこの形は作ったことないな。どうやってこの部分を作ろうか悩んだのですが、画像の通り4分割して搭載することにしました。作り方は、まず平らな面にデフォルトキューブを設置。本来は砲塔を作るパーツやな。あとはいつものようにエクステンドで面を作って、履帯の先っちょまで伸ばします。ここでエクステンド。さらに下にエクステンドすれば大雑把な形は完成。中央の不要な面はデリートやな。ニュッと倒して、先端をエクステンドして車体に突っ込みます。この部分は外からは見えないので、細かいことは無視しましょう。正確に作っても時間かかるからな。このように内側に入れて噛み合わせできるようにして、前に傾斜させれば完成。そういうことか。最初から斜めに作るんやなくて、水平で作ってから傾けた方がええんやな。あとは簡単、形状を保存して新しいキューブに読み込ませるだけだね。そして移動やな。これを繰り返して片側に4つ乗せます。形できてきたで。先端の形状はこんな感じ。参考画像を見ながら傾斜と高さを合わせれば完成。ええんやない？先っちょも綺麗に合わせておきましょう。次に丸っこい砲塔。これは最初から用意されとる形やな。多分丸っこい砲塔を作ったことがないので初めての挑戦になるね。難しいって作らへんかったからな。とりあえず初めて作った感想としては想像していた通り難しかったね。やっぱそうなんか。どこの頂点を触ればこの形になるのか直感的にわからないんだよね。画面では形状を丸くするスムースアングルが入った状態ですが、0度にしてカクカクの方が作りやすいね。形やサイズが合っているのかは何とも言えませんが、一応それっぽい形にできました。次は方針やな。
その前に砲塔に穴を開けないとダメだね。ああ、そうか。やり方は一つしかなく、辺を分割して頂点を作ります。あとは面を選択してデリート。形を整えれば完成。できたやん。方針はここ最近作っている二軸制御にします。砲塔にキューブを乗せて左右どちらかに倒すだけ。サイズを縮めてこれに方針を乗せます。公式資料によると、搭載していたのは 99mm の陽電子カノン砲。どんな兵器や、スプロケットは第二次世界大戦前後の時代設定なので、使用するのは普通の砲弾。今回の最終的な設定としては、砲身長 5.3 メートル、53.5 口径 99mm 砲となりました。これが3つついて戦闘がどうなるかやな。陽電子カノン砲だからね。さっき普通の砲弾言ったやん。では砲身周りも作っていきましょう。よくわかりませんがこんな構造をポイッと。次に砲身の装飾を作ります。ここについとる太い構造やな。これ自体は円柱を加工して作れば特に問題はありません。2段目。3段目。そして先っちょを乗せて全体のサイズ感を見ます。太さは決まったので形を作ります。これは3段目。この3段目は形状が異なっていて細長い感じ。2段目の先端とかぶさっとる感じやな。先端は総円錐。もう一つ作って先っちょのとんがりを再現しました。ちなみにイラストでは尖っていますが、プラモデルではこのような形です。さらに砲身には輪っかのような構造がついていました。これ何個あるんや。3本で27個だね。乗せるだけでもめちゃ大変やん。それはいいんだけど、気になるのは砲弾がこれを貫通できるのかという問題。念のため試験してみました。砲弾当たっとるで。これはまずい。何してんねん。ということで、作ったパーツに砲弾が通過できる穴を開けてみました。これならいけるで。試験してみました。キャー爆発しとるやん。全然ダメですね。穴を開けてもダメとなると打つ手がないのですが、以前視聴者さんが砲身に防順や装飾が重なると味方が攻撃しなくなる問題があるって教えてくれたんだよね。それで、砲身は砲塔に埋め込む形にしても砲弾は一応通過できるんだよね。ということは、砲弾が発射する後ろまで面を伸ばせば接触しない可能性がある。そういうことか。対象となるのは砲身にある全部の装飾。とりあえず全部伸ばして試験します。よいしょ。おお、普通に撃てた。完璧です。射撃は問題なく行えたので、他の砲身も飾って。全部乗せ終わったらガッチャンしておきましょう。おお、一気に戦車っぽくなったで。砲塔の装飾はこんな感じ。中間くらいにはヘアバンドのような構造がついていたので作ってみました。これなんなん？あとはアンテナのようなものをつけて、砲塔の両脇に機銃をつければ完成。砲塔できたで。戦車の後部はこんな感じ。なんか第二次世界大戦中の戦車みたいやな。丸いマフラーのような構造は確かドイツのティーガーみたいね。では、車体前方のエンジンのような見た目の構造を作ります。これも変わったデザインしとるな。このジェットエンジンみたいなものを作るため用意したのは32角柱です。32って。いつもは16なんだけど、一番目立つ先端をきれいに作りたかったので細かくしてみました。角が目立たなくなるんか。円柱の直径は94センチ、前面をエクステンドしながら細めていきます。ある程度作ったら同じ直径94センチのものを用意して、ニュッと伸ばして、戦車といやらしくガッチャンします。なんて、いい感じに作れました。おお、意外と綺麗に埋まるんやな。問題なのはこの先っちょのへこみをどうするのか。デリートではあかんの？そうすると面が消えちゃうんだよね。ここでは一旦エクステンドして面を内側に入れてみました。これでスムースアングルを入れるとどうなるのか。先っちょ丸くなったで。思いのほか綺麗にできたのでこれでいきます。ええんやない？この中にはジェットエンジンのようなコーンがあったので作ります。同じように先っちょをへこませてスムースアングルを入れれば完成です。エンジンみたいなのできたで。ここまで来ればあとは簡単。車体前方にガードするような爪をつけます。これは車体天板やな。多分動力周りの構造になるのかな？車体側面には謎の網構造。最後に乗せ忘れていた砲身部分の構造を作り上げれば完成です。みんなできたで。それでは完成した車両を見ていきましょう。重量は215トン。待て、215トンって。理由はいくつかあるのですが、まず、今回搭載した自作装飾パーツ数が102個もある点。102個って前の61式戦車みたいやん。
装甲を入れていない状態でも60トンくらいあって、細かい装飾の装甲を乗せないと撃破判定となってしまうため、被弾する箇所はすべて 150mm の装甲圧を入れています。手法は3連装 53.5 口径 99mm 砲。使用する砲弾はバイを意識して鉄鋼榴弾にしました。着弾すると爆発するやつやな。ちなみにこれから戦う第1波は普通の鉄鋼弾を使用します。製作時間は乗せたパーツ数の割に早く、約10時間となりました。それでも結構かかっとるで。人とのサイズ比較はこんな感じ。ちなみに、全長は 11.5 メートル、幅は 4.8 メートル、高さは 3.3 メートル程度です。シレットめちゃでかいやん。マウスと比較するとこんな感じ。高さは低く、全長は一回り大きいね。以前作ったガンダムの61式戦車小型と比べるとこんな感じだね。おお、作品ちゃうものが共演や。連装砲と3連装砲という癖の強い戦車を作ることができました。では、ゆかりちゃんを呼んでいつものように戦闘していきましょう。皆さんこんにちは。私は砲手するから、ゆかりちゃんは状況報告、あかねちゃんはドライバーね。了解。それでは戦闘開始。ゆるふわ軍事チャンネル。よいしょ。では敵さんをいきり散らしていきます。あかねちゃん発進。みんな行くで。さすがに100トンクラス。加速はなかなか遅いな。平地だと38キロくらい出るけど、このような環境だと30キロ行くか行かないかだね。でも足回りは結構滑らかに地形捉えとるで。今回もサスペンションの設定はほぼ初期値のままで、車高を上げる目的で角度を調整したくらいだね。いい感じや。砲塔もかなりの重量があるので旋回速度がちょっと遅め。方針は水平、垂直で短く制御しているので、揺れは結構抑えられているね。これは現代戦車みたいやな。紹介が遅れましたが、今回の砲塔、地上から地球人をぶち抜けるように、ここまで行角をつけることができます。地球人って、エアロビック発射。かっこいい。正面に地球人の敵戦車。地球人レベル、あいた。あかねちゃんの大切なところに命中。平和的解決は失われた。何の話や。そのまま前進、至近距離でぶち抜くよ。了解。よし、移動したまま攻撃。敵戦車に3発命中、炎上。いい感じで飛んでいったやん。ガミラスの科学力は宇宙一だからね。敵戦車のお股を通過。何してんねん。あれ暗い、ガミラスなんとかも。両面しか両方やろ。どうとか言う。敵戦車に命中、炎上。威力が違います。余裕の音だ。フリーの効果音やろ、今の。あらあら、お尻向けちゃった。そんなによいしょしてほしいのかな。敵さんノーダメージ。よいしょ。敵さんノーダメージ。よいしょ。敵さんノーダメージ。あれ変な耳つけんな。これ何かがおかしい。敵戦車の車体を貫通、撃破。方針は問題ない。続けて敵戦車撃破。グループ分けすると、戦車と方針ごとに分けて発射もできるよ。あ、ちょっと待って。これあかねちゃんには早すぎる状態。普通にぶつかっとるだけやろ。敵戦車炎上。ダメダメ、こっちにもあかねちゃんダメな状態。だから普通にぶつかっとるだけやろ。笑った？何笑てんねん。敵戦車炎上。まあここまで強いと完全に敵なし状態だね。敵戦車の側面に3発命中、撃破。12時の方向に敵戦車。お尻にふやーんと命中。いやーは余計や。敵戦車炎上。ちなみにガルパン仕様なので炎上しているふりですよ。2時の方向に敵戦車。第1波最後の1両。せっかくなので横から攻撃の様子を見てみましょう。これ10分の1のスローモーションなんだけど、200トンくらいの戦車だと撃ってもほとんどブレがないね。ということは 0.2 秒とかの間隔で撃っても全弾命中するかもしれんな。敵戦車撃破、第1波全滅。それではサクッと第2波倒していきましょう。10時から12時の方向、敵戦車多数。今日の敵さんは何かな？多分ドイツのティーガーワン。となると余裕だね。地面に着弾。これ重戦車やろ？正直スプロケットでは傾斜走行を積んだパンターとかの方が抜けにくいんだよね。あいた！側面狙われとるで。そんな豆鉄砲貫通できるはずないじゃん。そんな豆鉄砲貫通できるはずないじゃん。こんなくらいかな？敵戦車の砲塔に2発命中、撃破。当たれば余裕ですね。よいしょ。綺麗に3発飛んでいっとるな。地面に着弾。ダメやん。これね、戦車ごとに弾道が違うからめちゃ難しいんだよね。はい、地球人のチーター的な砲弾を食らってやられてしまいました。ど
どっちかというとこっちやけどな。一応鉄鋼弾では150ミリ程度を抜けるものもあったみたいです。改めてサクッと終わらせていきましょう。全部冗談。そのあれ何回目や。もうちょっと過激な表情がいいかな。やめとけ。というかこの戦車何かな。さっきのとよう似とるで。抽選車パンター。抜けにくい言っとったやつやん。敵の砲撃で離体切断。行動不能。側面に命中。全部冗談。ちょっと待って。側面に命中。これ冗談祭りになるで。めちゃ強いなんとか砲なんだからそんなはずはない。敵戦車撃破撃破は99ミリ砲やろ。マジ。フロントのエンジンのような何かに被弾。てかなんで被弾しやすいところにこれ乗せたんや。ほら、敵役って攻撃当たりやすいところに弱点作るよね。敵戦車撃破。完全に大人の事情やん。2時の方向50メートル先に敵戦車。大人のいやらしい事情で狙えねえな。あかねちゃんちょっとバック入れてみて。了解。おう、履体切れとるのに動けるで。ちょっと武器を変えれる程度だけどね。正面走行を貫通、撃破。ちなみに今だからぶっちゃけるけど、何？実は99ミリ砲じゃなくて勘違いして90ミリ砲で作っちゃったんだよね。もう何してんねん。まあ長くやっていればそういうこともあります。機関通。よいしょ。機関通。いやー、おいしょ。開いた。機関通。どうなってんねん。敵戦車撃破。何回攻撃しとるんや。今ので12発くらい使ったね。手前に着弾。ここで東北式集中補正作動。つまりただの勘です。砲塔を貫通、撃破。皆さんカットしてるだけで2回くらい失敗してますからね。敵戦車残り1両。3時の方向に敵戦車。あれ？この子かな？それはさっき撃破した戦車。あ、こっちのいやらしい敵戦車ね。めちゃ側面狙われとるで。攻撃される前にやります。ちょったな。あらあら、久しぶりにたまたま回収系の敵さんでしたね。敵戦車全滅、勝利しました。それでは砲塔のテストやります。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、ここからは技術部の葵ちゃんと一緒に、今回作った200トン級の車両で、射撃時のブレが一体どれだけ抑えられているのか見ていこうと思います。先ほどの戦闘では発射時の方針ブレが著しく少ない印象がありました。では、一斉操作ではなく、順次発射ではどうなるのか。以前作った3連装のメルカバ戦車では、順次発射では2発目以降は命中できないほどブレていましたね。そこで、同じ条件、0.2 秒間隔で発射して弾道を見てみます。ターゲットは以前作ったマウス。距離はこのくらい離れています。400から500メートルくらい離れてる感じかな？画面をちょっと拡大して。発射。もう一回やってみます。ブレはかなり抑えられていますが、砲塔の高さ1つ分以上誤差が生じていますね。横から見るとこんな感じ。少し浮かび上がってるね。気になったのは、行角の速度を速めれば、衝撃のブレも補正してくれるのではないかという疑問。試験してみましょう。条件は先ほどと同じ 0.2 秒間隔の順次発射です。これはいい感じだね。このように、ブレは砲塔の高さ1つ分以下に抑えられました。行角を早く動かすようにしたことで、方針ブレを素早く補正してくれるということになりそうです。さらに厳しい条件で試験します。やだ、あかねちゃん、じゃなくて葵ちゃん積極的。発射間隔を 0.1 秒から 0.05 秒に変更。ちなみに誰かさんが誤って設定した90ミリ砲は99ミリ砲に変更済みです。やだ、葵ちゃんは大きい方が好きだな。距離は先ほどとほぼ同じです。発射。拡大してみます。砲塔ギリギリ一つ分に収まってる感じだね。それでも結果はかなり良好で、実戦で使えるレベルと考えられます。それと連射速度を速めた方が見た目もかっこいいというメリットもあります。これは男の子が燃えちゃう感じだね。まとめると、方針をブレにくくするには、戦車の車重をある程度重くすること。方針が上下する速度を速くすること。車重を重くできない場合は、連射速度で調整しましょう。はい。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは軍事に関する興味深い内容からゲーム実況を多く投稿しています。初めて動画を見られる方、すでに見られている方も、ぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。